SMD の解説を始めます。SMD はコンプリケーションが設定できます。この右上のアイコンが SMD のアイコンになっています。これはバージョンによって異なる場合があるので、各自確認してください。起動をすると、まず最初にアナログウォッチモードが表示されます。アナログ時計モードなので、この状態であれば普通の時計に見えるという寸法です。この画面から画面をタップすると、オンとオフが切り替わります。オンの状態で磁力の検知と通知が返ってきて、オフになったら止まります。また、磁力の検知がおかしいとか、リセットしたい場合は、オンオフを繰り返してください。繰り返すが1回すれば十分ですね。また、バージョン 4.2 からデジタルクラウンによって感度調整ができるようになりました。この画面で。さらに、バージョン 4.0 以降から、モーションモードというモードが追加されました。これの解説については後でしますが、まず切り替え方法としては、画面を長押しします。すると秒針が赤くなります。こうなるとモーションモードになります。また、モーションモードでもマニュアルモードと同じく画面のタップでオンオフがすぐに切り替えられるようになっています。スワイプすると設定画面になります。これがマニュアルモード、モーションモード。ここでも切り替えることができます。で、磁力検知と通知がオンの時だけここに表示が起きます。モーションモードでもそうですね。モーションモードはオンにするとこうなります。モーションモードの正しいオンの仕方については後で解説します。これデジタルクラウンで感度調整、それとマグネティックビュー、ここですね。マグネットの強さを表示するところを画面のタップのオンオフでも、ごめんなさい。画面のタップでもオンオフが切り替えることができます。これが基本的な使い方です。はい。こっちに入ってます。っていうのが分かるんです。はい。はい。っていう、すごい単純なアプリケーションなんだけど、これね、バージョン 4.0 から新機能が増えたんですよ。ね。で、ちなみにバージョン 4.2 からのちょっと待ってくれる新機能としては、このウォッチ、アナログウォッチ画面から感度調整ができる。へえ、そうなの？そう。知らない。すごい。だからもうこの画面から切り替える必要がない。へえ。はい。便利や。そう。で、もう一個が、そのアナログウォッチ画面の長押しするか、その設定画面で、モーションってモーションモードってあって、モーションモード何ができるかっていうと、これすごいなんかみんながさ、使い方わかんないと言われて、その解説をします。はい。モーションモードやることはすごい簡単で、腕を上げるとまずフィードバックがあるので、この状態で次にこの角度からずらして、腕を少し下げて、この状態で止まると、実験室が始まる。で、この状態がベースラインって言って、この状態の時期と、この近づけた時の時期で差を判断する。で、こっちに入ってるのが分かる。で、これ何がいいかっていうと、腕を下ろすとオフなのね。へえ、便利。だからもう一回腕を真上に上げるまでは、スタートしない。からずっと他の演技をしたりとかしてもいいし。ね、だってさ、ずっとブーブーなってるのとか全然ありますから。だからその、既存のさ、ディテクターの問題ってさ、例えばさ、胸とかに手で止めるよ。オンオフどうすんのってことじゃん。だって、ずっとオンでしょ。で、なんか、たまにマグネットがあったらさ、ブッて言うんでしょ。で、手首とかもさ、隠してもさ、ずっとオンの状態だから、なんかこう動作中に、ね、だって、捨て箱とかの位置にはあるけど、机の上のマグネットに反応したらしい。すごい煩わしいっていう。お店によってはね、壁がそう磁石出して全部反応しちゃうってありますし。あとバグが起きた時、例えばこれってどうしても使用上さ、何回も使ってると、時期が元に戻らないと再度反応しないんだったり今ね、で戻んない時がある。もうこれはハードウェアのものなんだけど、そういう時って腕を軽く振ったりとかすると戻るんだけど、そうじゃない時って一旦手を上げるとリセットされるのね。でこれで一瞬静止するとまた反応があってこれで読み取れる。からすっごい気になる人は毎回一回手を上げるとね、ほとんど確実に作動するっていうことで、いちいちこうオンオフしなくていいから、なんか調子悪いなと思ったら適当にこう、なんだろう。なんかもうあれっす、ウィッチハンドとかで使うときは、じゃあ見ないで、後ろ自分でみたいな時で。だからこうして見ないでってやって、で、前向いていいですかって話をして、じゃあって言ってこの動作。でやって、ど
どうしても本当分かんないときは、もう一回手やって、ちょっと難しいですねって言って、もう一回リセットするっていう手が。で、大事なのは、これ、その腕を静止させたときに、初期値を取るのね、磁力を。で、今この状態の磁力、要は地球の磁場も取ってるから、この状態とマグネットを近づけた時の磁場の差で反応するから、初期値が、ね、狂っていると反応しない。だから壁にマグネットが入っているからよくあるけど、とかだと反応しないから。であと例えばさ、ここでその元々のモードって手元でスイッチをオンオフするじゃん。でこの状態からなんか演技中さ、オンオフできないじゃん。これってもう、まあ、後ろ向いてる時にやるんです。後ろ向いてる時からここからこの動作の時点で体が移動してるじゃん。これ地軸的には変わってる磁力が。だから本当は極力ここにあるじゃん。だからこの辺で何もない空間で初期値を取るのが理想的なのね。で特に高さが変わってもさ、磁場変わるから、だからこの状態で水平方向で近づけるから、結構感度上げても平気っていうね。そう昔のやつだと感度を変えるとなんか腕を上下させて反応したんだけど、これだと水平方向で動きだからかなり取れる。めっちゃ便利になってる。っていうのが良いモードです。おすすめです。おすすめです。SMD ね、大事なことが1個あって、これXYZ 軸上にセンサーがついてるんで、ウィッチハンドする場合、コインを握る場合、コインって大体さ、ここで水平になってるじゃない。この水平軸と本体の水平軸が合ってる方が感度がいいのよ、一番。だからこうなっちゃうと、ちょっと感度が落ちる。だから、こうなってる場合は手をこうして、水平にこう当てにいった方が取りやすいし、もしくは手を横にして、こうね、水平軸上、本体のところに合ってる方が感度がいいっていうのが1個かな。もしくは真上とか真下とかね。とにかく、その、XYZ 軸上を意識してると、読み取りやすくなりますよっていうのが。斜めとかにはならない。ない方がいい。そうです。っていうのがあるかな。これが注意事項ですね。ということで以上です。はい。